良くなったでしょ。ボグナー。はいどうも始まりました。今回はなんと JC リターン雑誌の回でございます。どこのスタジオにも置いてあるこの JC120、とても頑丈で個体差も比較的少ないアンプなんですけれども、なんか音作りがうまくいかないだとか、自分の好みとちょっと違うっていう方いらっしゃると思うんですよね。そういう時に有効なのがこのリターン雑誌なんですけれども、今回はその使い方、音作りについてご説明していきたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。さあやっていきましょう。で今日ねちゃんとこちらにメタルゾーン用意しておりまして、リターン雑誌したくなるエフェクターといったらこのダントツメタルゾーンじゃないですかね。今日はこのメタルゾーンだとか、あとは GT1 とかねマルチエフェクターもやっていきたいなと思います。リターン雑誌そもそも何なのか、これ簡単に説明しておきますと、普通アンプにギターをつなぐときはフロント前側にインプットありますよね。そこに挿してでイコライザーで音作って、そして音が出てくるわけなんですけども、 JC 実は中こんな感じでつながっております。まずギターインプットから入ってきて、その後イコライザーに行きます。ここで音質の調整しますよね。でその後にセンドリターンっていう端子がやってきてまして、ここに何もつながないとそのまま後ろに行くんですけれども、その後にコーラスビブラートゾーン、そしてパワーアンプ部分があってスピーカーになります。このパワーアンプ部分っていうところで音量をねこう増幅して大きくしてるわけなんですね。リターン雑誌っていうのをやると、これ何かっていうと、このリターンっていう部分に直接こう外部から入ってくるので、それよりも前の部分、こちらについては機能しなくなります。すなわちアンプのこのプリアンプだとか、こうくるくる回すとこいっぱいついてますよね。これが全部機能しなくなって、外にあるエフェクター部分がそのプリアンプを担うっていうことになります。これ何がいいかっていうと、このプリアンプのキャラクターは使わないってことなんで、外部につなぐエフェクターのキャラクターをがっつり活かしてアンプの音作りができるっていう感じになります。1個注意点としてはですね、この JC についてるボリュームってありますよね。これプリアンプ部分のボリュームなんです。すなわちここのイコライザーとボリュームは効かなくなるので、全体の音量設定もこちらのエフェクター側に委ねられる感じになります。じゃあ早速つないでいきましょうか。はい、リターンに挿しました。裏側にあるんですよねリターン。そしてその反対側をエフェクターのアウトプットに挿します。でこれ挿す時当然アンプはもう絶対オフです。セッティングが全部終わってからオンに最後にします。そしてギターにシールドをつないで、そのシールドを挿します。そして電源 OK。 じゃあまず仮にエフェクターオフでこのままバイパス状態でアンプオンにしてみましょうか。もうねすごいね大きい今爆音状態になっております。なのでまず必ずレベルは0にしておいた状態でオンにします。上げていきます。こんな感じですね。このエフェクターのボリュームがマスターボリュームになるっていうのがまず一つ目のポイントです。じゃあメタルゾーン音作りしていきましょうか。でメタルゾーンの音作り自体についてはこちらの動画でめちゃくちゃ分かりやすくね説明しているので、 EQ のね使い方だとかディストーションノブの使い方、ぜひこちらの動画チェックしていただければと思うんですけども、原因はねちょい下げ目からいきましょうか。じゃあはいちょっと上げてみますね。これね結構こうなるんですよね。こうなっちゃうんで、メタルゾーンはあんまりこう激しく上げない。ちょっと上げたかったとしてもこれくらい、ちょっと上げるぐらいね、こんな感じがちょうどいいようなモデルになってます。こっちの下側のローですね。 JC って結構ロー出るんですよね。なのでちょっとカットしてみてもいいんじゃないかなと思うので、今日はカット方向で。でポイントになってくるのがミドルです。今リターンから挿してるので JC のプリアンプ部分は使ってないんですけども、やっぱりこの JC のキャラクターってこのスピーカーだったりこのアンプの構造だったり、そういったところで結構ねこのちょっと硬めの音っていうかミドルが少なめに感じる音になってるので、プリアンプ部分でミドルをちょっと上げてあげます。ね、なんか出てきたでしょ。中域部分なんかギターっぽいところちょっと分かりやすく結構上げますね。でさらにこの中域をどこを押し出すかっていうところを調節できるので、それがこのねミドルの下側についてる振り剣士、中域をこうどこら辺をこう中心に中域と考えてブーストするかカットするかっていうところなんですけども、これねここがね結構キャラクターが変わるので、皆さんのお好みに応じて使っていただけるポイントですね。分かりやすく結構上げてみるとモダンな感じ
になるし、ちょっと下側をブーストする感じで下げてみると、まあ、ロックな感じになりますよね。ここがね、皆さんの自分らしさアピールポイントですね。で、今ちょっとトレブルずっと上げてやってきましたけども、実はおすすめってセンターよりちょい下げるんですよ。これはこのメタルゾーンがこうジャキジャキした音が出やすいのと JC のスピーカーの特徴を考えて下げ目にした状態で良くなったでしょ。これがポイントです。ぜひ皆さん覚えて帰ってください。これでね、さっきのモダンテイストとかやってみるとだいぶね、雰囲気ね、違うんですよ。なんかすごい安定感のある音になりましたよね。じゃあこれにディレイとかつないでみましょうか。これもよくご質問いただくんですけども、リターンザシンするときはディレイリバーブはどこにつなぎますかってよくご質問いただくんですけども、答えはこのエフェクターの後です。そもそもリターン差ししてるので、これより後ろはもうセンドリターンの域なんですよ。なのでこの後ろにつなげばちょうどセンドリターンに刺したような状態になるんですよね。で、つなぐ時も絶対アンプオフ、もうこのリターン差しの時はマジでアンプオフ大事なんで。はい、つながりました。 DD3T のデジタルディレイですね。いやー、いいじゃないですか。素晴らしい。続いてはこちら。やっぱこれも気になりますよね。メタルゾーンの技どう違うんだろうっていうのね。これちょっとやってみましょうか。同じセッティングにしてみますね。どうだろうな。いきますよ。あ、なんかこっちの方がなんだろう。粒がなんかアンプっぽさ増してません？ちょっとモダン寄りのやつこんくらいだったかな。これくらい？僕こっちの方が好きかもしれないですね。この動画で割と一緒ですよねって言おうかなと思ってたんですけど、違うな、これ。そしてカスタム。こっちのモードがありましてね、カスタムモード。これはね、本当に違うんで。だいぶ違うな。リアだよな、これ。あ、そう。これを戻そうか。こう。リターン雑誌に向いてないな。これ言っちゃっていいのかな。これ、一回これ、これ、ほんと別物だわ。こんな感じかな。ちょっとロック寄りな。なるほど。でも僕これつなぐんだったらやっぱりこっちのカスタムじゃなくてスタンダードの方がいいですね。いやでもこれなるほどな。なんかみんながメタルゾーンリターン差ししたいっていうこのメタルゾーンの持ってる味と JC のリターン差しの相性がいいっていうのちょっと証明された感ありますよね。で、あとよくご質問いただくのが、おすすめのディストーションなんですかってよくご質問、コメント欄とかでもいただくんですけども、それも間違いなくこれなんですよね。ジャッカルなんですよ。よくこのチャンネルでも出てくるこのジャッカルですけども、最近ね、僕はこの動画で見てくださって僕のことはこう知ってくださってるんだけども、ライムトンオーディオのこと知らないっていう結構なんかそういうパターンがあることがあって、これもねすごくありがたい話なんですけど、僕実はこの動画もやってますけれども、ライムトンオーディオっていうエフェクターメーカーもやっておりまして、そうなんですよね。だからね、知らなかったですって言われることがあって、このジャッカルはですね、めちゃめちゃ僕は好きなのでおすすめでして、この12時方向でも多分ね、もうすでにこのリターン差しでもいい音するんですよね。いやー、これいいでしょ。さっきのメタルゾーンとはまた違った良さがあると思うし、でね、やっぱりねちょっとベースカットした方がいいですね。やっぱりすごくねズーンっていうだいぶ下が出るんで、もうちょっと歪んでていいかな。でこのジャッカルって歪ますとねちょっとロー感増えるんで、やっぱこれくらいの方がいいと思いますね。もうすでにトレブルとミドルこんな感じかな。やっぱトレブルちょっと下げました。なんかね JC っぽくないじゃないですか、すでに。これやっぱね僕好きなんですよね、この音。あと若干ねここのボリュームちょっと絞るとねすごい
こういうの。じゃあ最後はこちら、ボス GT1 ですね。実はこういうマルチエフェクターでもリターン出し全然いけちゃうんですよね。GT1 を JC のリターンにつなぐときは、このメニューを押したアウトプット、この一つ目のところですね。ここでエンターを押すと、通常 JC120 のフロントから入れるっていう設定になってるんですけども、ここでこの一番ノブくるくる回しますと、これ JC120 のリターンに挿す、ここを選んだ状態で抜けます。すると JC のリターンに挿した時に最適になるようにもうねセッティングされてるんですよね。じゃあ JC オンにしたいところなんですけど、またこれね大事なのが音量なんですよ。もう爆音出たらもうびっくりするんで、一番右にアウトレベルってありますよね。これはこの3番目のつまみ、一応右側でコントロールできるので、これを一旦0にします。この状態でアンプをオン。出た出た出た。で今このプリアンプってところがオンになってますけれども、どういうアンプをこう模した形でやるかっていうのがここでね選べるんですよね。今ねこのナチュラルグリーンになってますけれども、クリーン系でおすすめなのね、このフルレンジっていう2つ目のやつ、これいいんですよね。いいでしょ。でこれにねこのリバーブとかねかけちゃえるわけなんですよ。今プレートリバーブねかかってますよね。他にもね結構いろんな音があって、さっきの歪んでる系で言うとマーシャル1959とかね、さっきみたいにめっちゃ歪んでるやつがやりたいっていう場合は、例えばソルダーノとかボグナーウーバーシャルかなこれみたいなね、こういうのもありますね。このソルダーのあたりかな作りやすいの。このエンターキーで次のページに行くと、ベースミドルトレブルとか選べるので、今でも割といい感じですけどね。ちょっとミドル上げてトレブルちょっとカットしておこうかなとかも。いいじゃないですか。でねこの GT1 ってこのプリアンプだけで音を作るんじゃなくて、手前にオーバードライブディストーション、今チューブスクリーマー系用意してますけども、これをオンにしてねプッシュしてあげるとね、こんな感じで作れますので、ここでね歪み用の音色だとかクリーン用の音色を作っておいて、もう常にリターン差しで使うっていうような使い方もね全然 OK です。あと余談ですけれども、ちょっと一回クリーン系に戻して、この JC のコーラスとかビブラートは使えるんです。一番初めに説明した通り、この順番ありますよね。リターンの後にモジュレーションのセクションがあるので、コーラスをオンにするとアンプでコーラス、これ GT1 だったらこれでかけりゃいい話ですけど、コーラスかけられたりビブラートも、これにねリバーブもねちなみにかけれますね、かかってますよね。いかがでしたでしょうか。 JC リターン雑誌、これでね皆さんもフル活用できそうですよね。ぜひお好みのエフェクターつないでやってみていただければと思います。今日の動画が良かったっていう方、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。コメントでもいろいろ質問受け付けておりますので、気になることあればぜひ気軽に書いてみてください。それではまたの動画でありがとうございました。